こんにちは、YouTube 鍼灸院です。今回は異形についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは整形12経脈の流れを見ていきましょう。背形、大腸系、異形、飛形、神経、小腸系、膀胱系、腎系、心包系、三焦系、胆系、肝系、そしてまた背形に戻ります。それでは異形のルチューを見ていきましょう。ルチューとは経脈の流れのことを言います。前回の大腸系は尾翼横の芸行で終わりました。今回の異形はその芸行から起こります。異形のルチューは少し複雑ですが、最後までついてきてください。異形は大腸系の目茎を受けて尾翼外方の芸行穴から起こり、上行して両目の中間の鼻根部で左右交差し、膀胱系の生命穴を経て目の内眼角を通り、目の直下の小球穴から始まります。下って四白穴、小稜穴を経て上歯の中に入り、広角の地層穴に出て、唇を回って下唇の下にある任脈の小小穴で再び左右交差し、下顎隅の大芸穴に出ます。大芸穴から強斜穴を回って耳前の下間穴から胆系の上間穴に上り、側頭部にある胆系の兼路穴などの経穴と交わって前顎の隅角部の髄穴に行き、そこから前顎中央任脈の心底穴に至ります。大芸穴から分かれた歯脈は頸動脈拍動部の腎芸穴を下り、気斜穴を経て鎖骨上下の血盆穴に行きます。血盆穴から内胆の部より胸腔に入り、横隔膜を貫き胃に属して火をまといます。その死別は胃の下口より起こって腎系の外を下口しつつ腹の裏を回って鼠径部の気小穴に至って本径と合流します。もう一つの本径は血盆穴から乳腺状の乳中穴を経て、さらに腹部を下り、へその外方にある天枢穴を通り、鼠径部の気小穴で先ほどの歯脈と合流します。気小穴で歯脈と本径が合流し、下行して脾間穴に至り、さらに下行して膝蓋骨の中に入って特尾穴に行きます。特尾穴を過ぎて脛骨外側の足三里を下り、足関節前面正中にある海脛穴に至り、側背の小葉穴を経て第二子先端の走行外側の霊打穴で本径は終わります。さらに歯脈が2本あって、一つは足三里から出て放流穴に行き、下体前面外側の異形と胆系の中間を下り、足の第三子外側に出るものと側背の小葉穴から分かれて足の第一子内側端の陰白穴に至り、次の経脈である飛形とつながるものがあります。以上が異形のルチューです。異形の症状。異形が病むと次のような症状が見られることがあります。冷水を浴びたような寒気と震え、足の突っ張り、あくび、ひどくなると人や火を恐れ、木の葉の音にも驚き、精神が不安定になり、部屋に閉じこもるようになります。他には鼻血、胃痛、顔面神経麻痺、頸部の腫れや腹痛、膝の痛み、中肢の麻痺などがあります。次は異形の経血について見ていきましょう。異形の経血。経血とは一般的にツボと呼ばれているもののことです。異形の経血は45血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。下間、胸斜。下間は胸骨急下方の間黄部にあります。口を閉じれば間黄ができ、口を開けば間黄がなくなるところです。歯痛、顔面部の痛み、耳鳴り、顔面神経麻痺、三叉神経痛に効果があります。胸斜は下顎角の斜め上方にあります。口を閉じて噛むと抗菌が隆起して、力を抜くとへこむところです。
強者は自家腺炎、頸部のこわばり、止痛、口唇の歪みなどに効果的です。天枢。天枢はへその中央から親指2本分、外方にあります。古代の医家たちはへそを境に上下に分けて、上部を天に、下部を地に対応させていました。天枢はへそのそばにあって、天と地の境の要所にあるので、天枢と名付けられました。この経血は腹部の病、消化器系の疾患、泌尿器疾患、生殖器疾患にも効果があります。また、天枢は大腸系の母血でもあるので、腸疾患に効果があります。手首、足三里。手首は膝を軽く曲げたとき、膝蓋骨外下方にできる肝黄部に取ります。手首は膝関節疾患の常用血です。リウマチ、脚気にも効果的です。足三里は松尾芭蕉がここに灸を据えて旅をしたと言われている経血です。足三里は手首から親指を除いた指4本分下に取ります。足三里の効果は非常に多く、万病に効くと言われています。消化器系疾患、神経衰弱、蓄膿症、鼻炎、半身不随、神経痛などに効果的です。快慶、逍遙。快慶は足関節の側背中央部で外下腺と内下腺を結ぶ線状の中点にあります。快慶は足関節の捻挫、関節炎、リウマチの他に便秘、目の充血、頭痛、めまいなどにも効果があります。逍遙は側背の動脈拍動部に取ります。逍遙は食欲不振、腹脹、顔面神経麻痺、神経衰弱、顔面浮腫、止痛などに効果的です。内庭、霊打。内庭は側背の第2子と第3子の分かれ目にあります。内庭は腹痛、腹脹、下痢、鼻血、止痛、神経衰弱などに効果的です。霊打は胃系最後の経血で、足の第2子で爪の根元外方にあります。霊打は腹脹、胃腸症状、腹膜炎の腹水、糖尿病、顔面の腫れ、精神錯乱、気絶などに効果的です。いかがでしたか？胃系は目、鼻、耳、口の付近を通っていることもあり、胃だけではなく、それらの器官にも効果があるのが面白いところですよね。時々、ストレスで胃の調子が悪くなったと聞きますが、実は東洋医学では胃系は精神疾患とも関係があると言われています。どうしてなのかは、またいつかの機会にお伝えできたらと思います。知れば知るほど、東洋医学の奥深さに驚かされるばかりですね。次回は胃の働きを良くする食べ物をご紹介していきます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしよければ、高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。